思ってないんです。今回のこのオープニングに関しては、撮影日とちょっと期間がね、空いてるんですけど、まあそこは気にしないとして、なんかね、無性に肉寿司が食べたくなりまして、だってほら、肉寿司ってお肉をね、半生で食べるんで、なかなかね、ご家庭だとリスクも高いんで、でもどうにかして食べれないかなと考えた結果、いつもお世話になってる精肉店さんに、叩きとして食べれるくらいの鮮度のお肉をくださいっていう風に注文いたしまして、で、なおかつ、ラグジュアリーな部位を、で、いろいろと動いてくださって、なんとかね、手に入ったんですよ、そのお肉が。なので今回はそちらのお肉を使って肉寿司でございます。というわけで早速、本日も作っていきましょう。さあ、では作っていきますよ。で、今回肉寿司を作っていくにあたって、順番としては、できるだけ最後に握るっていう作業を持ってきたいので、まずはソースというか、あしらいというか、そういったものを作って、で、酢飯を作って、で、握って実食っていう、こういった流れでいきます。で、まずはそのあしらいというか、ソースというか、タレというか、付け合わせというか、そういったものから作っていこうと思うんですけど、肉寿司と相性がいいというか、もう必要不可欠なものといえば、こちらのウニ。こちら1枚で1万と5000円でございます。そしてそれが3枚ですね。今回はちょいと贅沢にいきます。でね、本来、肉寿司握って、で、その上にこのウニをちょこんと乗っけたかったんですよ。で、ウニ牛寿司みたいな、そういう感じで仕上げたかったんですけど、これ1枚試食してみたんですね。したらね、このウニめちゃくちゃ殻が混入してるんですよ。ちょっとメーカーとかは見えないようにしてますけど、ちょっと仕事が雑かな。こちら側の表面じゃなくて、これの裏側、ここに結構殻が入ってるんですよ、これ。まあ、やろうと思えばね、これを、こうやって一度ズドンとひっくり返して、で、この状態で取り除くってこともできるとは思うんですけど、ほら、もうここ入ってるもん。もうものの2秒で、もうこんな大きな殻が見つかるんですよね、これ。ちょっとひどいな。殻が入ったウニって、砂抜きができてないアサリぐらいすごい不快なんですよ。ガリ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 して。なので、今回はこちらのウニをもう全部こして、ウニペーストにして、で、ゼラチンで固めて、ウニジュレにします。そうしてあげれば、殻が全部ね、取り除けますんで。では早速作っていきましょうか。めっちゃガリガリ言う。で、こちらに見えておりますのが、これで1パック分の殻です。やっぱね、さすがにこれはちょっとひどい気がする。ちゃんとしたウニはこんなに殻入ってないですからね。ではこちらをジュレにしていくにあたって、ちょっとね、これお出汁で伸ばそうと思うんですけど、今回使うのはこちらの昆布だし。多分ね、カツオだと風味が強いかなと思って。よりお上品な利尻昆布で取ってます、今回。取り方はいつも通り、お鍋に水を張って昆布をつけて一晩。で、火にかけて、強火で。で、70度で最弱の火にして、70度キープで1時間。今その状態です。じゃあこちらを一度取り出して、ここで再度強火。沸騰してきたらこのぬめりとアク、これを掃除して、これしてあげないとお出汁がヌルヌルしますんでね。きれいになったら火を止めて、これで昆布だし完成。僕最近こっちにハマってるんですよ。かつおだしってこすの結構大変じゃないですか。洗い物も出るし。でもこっちだと楽なんですよね、洗い物が。うまい。で、こちらが今こちらのウニとさっきの昆布だしを1対1で割ったものなんですけど、もうちょっとウニが濃くてもいいかな。なので今回はこのウニペーストと昆布だしを3対2の割合で加えていこうかな。じゃあまずこちらの昆布だしを 300cc ちょっとこしながら取り分けて、出来上がりが700ちょっとやから、粉ゼラチンが 10g ちょっとか。あとお出汁が熱いうちにゼラチンを溶かして、今まだ熱々なんで、今ここにウニを加えちゃうとウニに火が入りそうなんですよね。なのでまずは人肌まで冷まして、冷めたらこの2つをドッキング。よーとなじませて、味を見つつ、お出汁とかも入ってるんで、味がぼやけない程度のお塩。あとはこれを冷蔵庫で固めるだけ。
だいぶ厚めの50度くらいまで缶つけて、もう最高にうまいよね。じゃあ早速お寿司よと、その前にちょっとだけ脱線してもいいですか。せっかくの美味しいこの昆布だしがまだ残ってるんで、たっぷりと。で、なおかつちょうどいい感じのイワシが冷蔵庫の中にいましたんで、このイワシと昆布だしを使ってつみれ汁でもね作っていこうかなと。で、これあくまでもメインではないので結構飛ばし気味でいきますね。まずはさーっと鱗を落として、ヒレの後ろから頭バスン。でここの肛門を通るように斜めの角度でズドン。もうどうせここは食べるとこほぼないんでね、こぼればっかりで。じゃああとはこちらの内臓を食塩水で洗って、こういった青物というか光り物、水で洗っちゃうと身が白くなっちゃうんでね、血合いもしっかりと洗って、あとは水気をしっかりと拭いてあげて、まずは一旦全部この状態に。で、こちらの目玉とエラと内臓、そういったものを全部抜いた頭たちは僕の今晩の夜食の骨チップスになります。骨チップス？骨せんべいか。やっぱね、頭が一番味が濃くて美味しいですよ。カルシウムたっぷり。で、これからこちらを3枚におろすにあたって、手開きが一番ね、小骨とかも一緒にドゥルンと抜けるんで、楽っちゃ楽なんですけど、今回よりスピーディーにということで、もう大名おろしでいっちゃいます。もうどうせこの後小骨が残っても、ミキサーにかけるんでね。で、あとはこの腹骨をすいて、ここまで来たらあとはこっちが尻尾、こっちが頭で、頭の背中側、人間で言ったら肩みたいなところ、ここの先端の皮をつまんであげて、で右手でこの皮と身を剥がしてあげて、このくらいまでいったら2本指で押さえのビリビリっと剥がすだけ。じゃあこちらのイワシはフードプロセッサーに入れて、今回こちら手開きじゃないのでちょっと小骨が多いんですよね。なのでわりかし強めの文明を与えます。じゃああとはここにお醤油、お酒、おろし生姜、ちょこっとお味噌、この状態でまず練り合わせて、ちょっと忘れ物、片栗粉、これもさっと混ぜ合わせといて、ここまで来たらあとはいつものお約束、卵黄1個に塩1つまみで、サラダ油が約 70cc、 これを分離しないようにちょこっとずつ。そしたらこの出来上がった玉元をこの種に加えて、この玉元を潰さないように優しく切るようになじませるだけ。もしこれが面倒であればマヨネーズでもいいかなと思います。この玉元が入るだけで全然違いますからね。これでイワシつみれの種の完成。じゃああとはお湯を沸かして手に軽く油なじまして、この種をつかみの人差し指と親指の間からグニュッと、このグニュッとしたものをスプーンで受け止めるだけで、このスプーン一度お湯にくぐらしてあげるとこうストンと落ちますんで、あとは浮かんできたものから昆布だしの方にポイ。今日はなんとなく別茹でスタイルで参ります。これはこれで美味しいんですけどね、
これ夜食に回そう。あと薄口醤油一回し、みりん一回し、あとはお塩で塩分調整して、で食べる時にぬくめ直して、食べる直前に日本酒一振りファッと回せば完成。個人的には日本酒のアルコールを煮切らずにちょっとアルコールっぽいのが好き。ではここから今回使っていく酢飯作りに参ります。でこちらは今回の合わせ酢の材料たちなんですけど、こちらから赤酢、上白糖、お塩で、今回のお塩はミネラルたっぷりな沖縄の島マースで、今回のお酢は言うてもね、今回のネタがお肉なので、そのお肉に負けないように香りの強い赤酢で、今回の分量がお米1合あたりこちらから 40cc30g 8g、結構ね、お米1合あたりお酢20とかで、お砂糖15、塩5っていう感じのね、レシピとかもあったりするんですけど、僕前それで一回作った時結構シャリ上品やなと思ったんですよ。だから言葉を選ばずに言うなら、ちょっと物足りない、お酢の香りも甘みも塩分も。なので今回全ての料理においてグッと上げてます。ものは試しということで、では行こう。ではまず全てをお鍋に加えて、で軽く火を加えながらお砂糖とお塩をしっかり溶かして、特にお塩がね溶け残りやすいので、目で見ながらしっかりと溶けたらこれで完成で、本当はここにだし昆布を入れて、で冷蔵庫とかで一晩ね寝かしてあげた方が美味しくはなるんですけど、もう今日はこのまま使っちゃいます。じゃあ15分から20分ほど水につけといたこの寿司桶に分量外のお酢、これをよーっと底とこの縁にまでなじませといて、そしたらここで気持ち固めに炊いた炊きたての熱いご飯でね、サバの押し寿司か何かの有名なお店、そこが出てたテレビ番組で、そこのお店、このご飯釜の下、こっちの底の方、こっちの方って水分量が多くて粘りが出やすいんですって。だからここは使わないらしい。水分をあまり多く含んでなくて、パラッとしてる上澄みの方だけ使うみたい。だからチャーハンとか作る時もこっちの上の方とかを使ってあげた方がパラパラになりやすいですもんね。こっちの鍋底1合分は普通に今度冷凍ご飯にして食べます。そしたら間髪入れず、今回の合わせずで、まずは全体を合わせて、全体的に馴染んだらまず1箇所に集めて、でくるっと、でこの山を切り崩しながらこの壁を使ってご飯の塊をほぐすように全体に広げていきつつ、全体的に広がったらさーっと冷ましてあげるのと、余分な水分を飛ばしてツヤを出す感じで、今合わせ酢は下の方に沈んでるのと、あと熱もね下でこもってるので、表面の熱を飛ばしたらこれを一度ひっくり返して、でこちら側も青いで熱飛ばして、これで赤酢の酢飯の完成。あとは乾燥せんごと1箇所に集めて、固く絞った布巾で覆ってあげれば酢飯の準備万端で、今回使っていくそのお肉なんですけど、部位としては三角バラっていうところを今回チョイスしました。ここに牛がいるとして、ここがバラ肉、お腹のところ。まずこれをスーッと切ると、こっちが外バラで、こっちが中バラで、この中バラをマグロとかと同じようにこの柵に取っていって、こういった3つぐらいのブロックに分けた時のここが三角形になってるから三角バラだから、バラ肉の一番頭側っていうのかな、マグロでいうところの腹上一番、あそこのお肉なんで、焼肉屋さんとかで極上カルビとか極鮮カルビとして売られてるところ、とにかく脂がすごいよっていう部位、今回はここの部位を使っていきます。こちらが三角バラ、真っ白ですね、脂で。さて、じゃあ握っていきましょうか。右から順に酢飯、手酢、わさび、ネタ。手酢はいつも通り水とお酢が1対1。じゃあまず手酢を手になじませて、左手のここ、指の第二関節っていうんかな、ここのとこにセット。で、肉寿司ってわさびつけるんかな、まあいいや、つけよう。わさびのせて、でシャリ玉作ってのせて、
でこの状態から握るためにはこっちに向けなきゃいけないんですよね。返し、これをどうやって返すかで握り方が変わってくるんですけど、これまでの動画で登場したことあるのが、まず空気を含ませる穴を開けた後、これを右手を使ってコロンとで戻す。これが小手返し。確か。あとはこちら側サイドはこの指で、こっちの奥のここは親指で。でよく寿司で見るこの指押してあげるというより、これ上げるときに添えてあげるだけ、そういった感覚でグッとグッとグッと最後脇を締めた形で整えれば完成。でもう一個登場した返し方で言うと、もう一回シャリ乗っけて右手の人差し指で空気を入れる穴を入れたら、そのまんまこっち、あとはこれを右手でかぶせるようにして取って、あとはこれをコロンと、あとは同じことの繰り返しで、確かこれが本手返しで、最近覚えた返し方で言うと、ここまで一緒で、空気の穴を入れるのも一緒で、右手で輪っかを作って、ここにポイッとこっち持ってきたらもう一回戻してストン、あとは同じ。これが縦返し。結構アワビとか鳥貝とかそういった貝とかを握るときによく使う握り方らしい。ネタと酢飯がバラバラになりやすい食材で、もう一個が穴開けた後、この手の中でコロンと転がしてあげる返し方。確かこれがね、横手返しとかやったかな。で今日はね、こっちの縦返しでいきます。これ結構ね速くて、しかもタッチ少なくいけるんですよね。今回ので全部で70巻とか75巻とか80巻とか、なんかそんくらいですね。意外と少ないな。今回はプチ大食いって感じになりそうですね。でこちらのウニジュレも完成しましたんで、適当にぐちゃぐちゃっとしてスタンバイ。では以上、これで全ての調理が終了ということで、いざ実食編へゴーというとこまで見てもらった上で、ちょっとねご報告というかお詫びがございます。動画の中で作ってたウニジュレ、あれをね作るだけ作って冷蔵庫直しちゃったんですよ僕。生ものなんでキンキンに冷やしとこうと思って完全にやらかしましたね。撮影の後食べたんですけど、味の感想としてはやっぱ生のウニの方が美味しいなってなった。やっぱ昆布だしで伸ばしちゃった分、ちょっとウニの風味がね薄くなったかなっていう感じでしたね。まあでも美味しかったけど、ですのでこの後の実食編ではそのウニのジュレが出てきません。申し訳ございません。では引き続き実食編の方へどうぞ。というわけで無事に完成しました脂肪と糖で、こちらにイワシのつみれ汁もご用意して、でなおかつ今回のメインはこの燻製塩なんですけど、これだけだとねやっぱ飽きるやん。今回結構いろんな味付けを用意してあるんですよ。この一列ごとに味を変えていこうかなてなわけでして、いただきます。やっぱビールはうまいの。そんなれば初手安定のお口の潤いで、今回のつみれ汁ちょっと風味付きに生姜の千切りと、あとおネギをさっとお湯にくぐらしたおネギで結んだもの。こうしてあげるとバラバラにならないんで結構おすすめ。お、優しい。めちゃくちゃ上品よ。もうこれが別茹での効果よね。やっぱ昆布だしってうまいね。もうこれだったら遠足の時に持っていく水筒に入れて山頂でも飲める。優しいなうまっ。今回生姜のみじん切りとか、あとネギのみじん切りとか、そういった他の具材なしでイワシのすり身だけで作ってあるんで、食感としてはねねとっとしとるね。でもって玉元のおかげでふわっふわ、ちょっと軽く小骨は当たりますけど、そんなに不快には感じないレベルですね。んでおネギ、清涼感。
じゃあいよいよこちらの肉寿司参りましょうか。この後炙るんですけど、さすがにこの上でやっちゃうと、ちょっとこのプレートのね、テフロン加工とか全部剥がれちゃいそうなんで、今回これが取れ皿。まずはこちらを、さっと炙って、まずはこちら。燻製塩。もうこの作り方はもうあれですね。初めてのヒカルさんとのコラボの時の焼肉屋さん。あのお店と一緒。あ、いぶしたいい香りがするわ。よっしゃ、いただきます。やべえ、めっちゃうめえ。うわ、すごいよ。口入った瞬間にうまいよ。でも口に入った瞬間もうすぐ溶ける。咀嚼ほぼ必要ないくらいに溶ける。さすが三角バラ。なおかつ僕の握りがね、下手くそなんで、ここのお肉よりシャリの方が歯応えがあるぐらいで、もうちょっとお味について言及すると、シャリの味付けはかなりいい気がする。正直ちょうどいい塩梅な気がする。今回のシャリはうまくいった気がする。しばらくはこの比率でいこうかな。待って、これもう手でいこう。今回これマジで一瞬だわ。もうちょっと買えばよかったな、三角バラ。言うても今回1キロ買ったんやけどな。今回学んだ肉寿司をするときはお肉は2キロ必要だわ。いや、なんなら3キロは必要だわ。てかやっぱここがうまそうなんよね。ちょっと赤身の多いところ。油じゃなくてちゃんとこの佐賀牛の味がしそう。ではお次も参りますか。じゃあお次がこちらのトリュフ塩。トリュフ単体やとやっぱ高いんですけど、こういったトリュフ塩やとね、そげん高くもないんでね、これいくらやったかな ?500 円もいかんかった気がする。お塩として見たらね、高いけど。んで、ここにキャビア。もうマジで税の極みよね。めっちゃいい香りする。これはトリュフの香りですね。じゃあ、ここの美味しそうなところを。待って、ちょっと待った。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しいけど、あれだ、佐賀牛の油の甘い香りと味。これがいろんなものを全部飲み込んでいった。やっぱこういったお塩じゃなくて、削りたてのトリュフ。そういったものやともっともっとね、香りもするんでしょうけど。いやでもね、正直、さっきの燻製塩より僕こっちの方が好きかもしれん。よし、では食没。じゃあお次は何でいきますかね。じゃあお次がもじおとさっぱりとレモン。いや、これはうまいやろ。確かに清涼感は出ますけど、もともとシャリの酸味があるんで、結構レモン影薄いな。これ微妙。じゃあお次が、もうこれに関してはネタの良さ、そういったものを全部度外視します。炙った後にこちらのかば焼きのタレ、これを塗りたくりまして、
こに卵の黄身を再び塗りたくりまして、これで完成。あれ、どうしよう。肉の味が強い。もちろんいい意味で。かば焼きのタレも超えた。今回に関してはもう変な小細工はせん方がいいわ。ちゃんと素材の味を楽しみましょう。それが一番美味しい気がする。てかもうこれで最後の一列なんですね。マジで一瞬やったな。で、最後どうしましょうか。やっぱ一番美味しかったものをもう一度ということで、トリュフ塩とキャビア、最後はこちらで締めましょうか。というわけで、じゃあラストスパート。ごちそうさまでした。いやー、うまかったね。最高にうまかったね。最高にうまかったけんからこそ物足りんね。ちょっと少なすぎたな。もう自分のお腹を触ったらわかる。今回多分ね、2キロちょっとしかなかったと思う。ここのビールたちを除けば。で、やっぱ今回の肉寿司で言うと、お肉をね、半生で食べるっていうちょっとリスクな料理ではありますけど、やっぱうまいね。普通のお寿司とはまた違った魅力がありますよね、肉寿司って。いや、本当に美味しかったわ。美味しかったしか言ってないですけど、本当に美味しかった。これで腹を壊すならもう本望ですよね。今回のお肉の仕入れ的には多分ないとは思いますけど、くれぐれもスーパーとかで買うお肉ではしない方がいいかなと思いますけどね。特に小さなお子さんとか、お年を召した方とか、そういった方はね、これ食べない方がいいかなと思いますけど、でもうまかった。では今回はこの辺でやろうかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。では、バイバイ。